は俺の大好きなアメリカでいつも食べるコスコのランチを紹介したいと思うのと、楽しみ。あと新商品は最近ねコスコでできました。そうなんですね。新商品というか食べるもの。日本にもコストコもちろんあるんですけど、行ったことないんですよね、日本のコスコあそうなんですかにないから、どういう違いがあるのかなども聞いてみたいなと思って、はいはい早速連れてきました。いや楽しみね。コストコファンなんで。コスコファンはめっい、ちゃ好き。アメリカ楽しいんだよね、美味しいし安くてコストパが最高だよね。めちゃくちゃいいね、いいので早速中に入ってじゃあ食べましょうか、はいよろしくお願いします。よろしく皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてバケットリストとちょっと一息チャンネルで。の登録もよろしくお願いいたします。お願いしますじゃあコスコのフードコートに来てます。ここではこのメニューはまずなんか日本との違いがなんかあるのでしょうか。ケイちゃんの詳しいよね。全然違うかも。ピザあるんですか。ピザはある日本でピザがある。でチキンベイキはないかも。ないですか。なんか日本はプルコギベイクプルコギベイクがブルゴギベイプルクコギ売ってますよ。知らない、売ってないです。オリアン売ってないです。これこっちのメニュー見ればね、ここがあってそうサラダがあってあのホットドッグが日本にもあるんですか。あるホットドッグ大人気。大人気だよね。チキンシーザーサラダないよ。ない。ないですシーザーサラダがないんだ。ないないない。あらあとターキースイスサンドイッチもない。ない。こっちはスムージーとヨーグルトというかそのアイスクリームは。スムージーはないかも。アイスクリームもある。でもね、ある気づいてませんか。日本に絶対ないのは新商品があります。コスコのダブルチョコチップクッキーです。ここにあるんで、めっちゃでかいクッキーです。こうアメリカでこういう注文の仕方は日本と違うのかな。ここでセルフサービスなんですよ。ここでコンピューターにまず、俺の好きなこれ安いでしょ。コストパが1ドル、俺はね、そう大好きだよ。1ドル50セントでこんな安く食べられるものがないんだよね。確かに。どうしますか。何にします今日は。いややっぱりねそのスティーブのおすすめしてくれてるこのこのやっぱりチョコチクッキーが欲しいんだよね。これを試してもらわないといけない。ホットドッグはいかがですか。ホットドッグより高いですよ。ホットドッグより高いです。ちょっとよくわかんない値段設定。だよね、面白いよね。もうこれよりピザより高いよ。確かどう考えるとね。ピザも日本の方がサイズ小さい気がします。えめちゃくちゃでかくえ、おでかい。食べてみる。だ食べてみる。食べてみる。一枚を2人で。はい。じゃあ何味にします。ペパロニとペパロニにできます。はい。じゃあペパロニとチョコチャンクッキーとスティーブのホットドッグと何かあとはどうします。大丈夫ですか。大丈夫か。はい。飲み物はついてくるのは日本と一緒。サービスですよ。飲み物はね。ピザにはついてこないんだけどホットドッグにはついてくるのでホットドッグもう1本注文しましょう。ここで全部セルフサービスなんですよ。はい。これね会計した後レシートが出て番号がオーダーナンバーがある10158、で用意されたら158番のお客様ってわあ楽だ。呼ばれる。楽やそうなんだけど誰もおらん。すごいよね。日本はもうラインだ。これ田舎のコスコでそうなんだ。ここも混むんだけどそこまでじゃないんだよね。あと知ってます。日本にはホットドッグにオニオンってついてくる。オニオンセルフで。セルフでやるんだ。アメリカスタイルをいただいてる感じですね。もう一緒の変わったんですよ。いろいろとオニオンに関してこれはねあまり知られてないかもしれないんだけど俺はオニオン派なんで昔から大好き。ほら中に入れてこれ回すと出てくるアメリカンスタイルのやつがあったんじゃない。コロナになった時になくなったんです。消えたんです。どこのコスコにもなかった。衛生上の感染のどうのこののことでなくなったんです。でコロナが終わって普通に戻ってコスコのオニオンがなかなか戻ってこないことを、ね、文句言った人がどんどん増えていった。俺も含めて文句言いました。コスコのオニオンがないとこのホットドッグが美味しくないと。そってやっと2ヶ月ぐらい前にやっとまたできました。最近しかしこういうタイプじゃなくて Do you have onions today? Thank you. ケイちゃん、結局オニオンがなかったよ。結局ないよ。ごめんね。オニオンのないホットドッグがちょっと寂しいんだよね。だよね。俺も大好き。ただじゃあホットドッグは生の状態であるのでどういうふうに日本人はドレスアップするのとアメリカ人のドレスアップの比較してみようか。やりましょう。ソーセージがでかいかも。でかい。これ日本と違うサイズが。あ、そうなんだ。ケイちゃん日本にもこういうステーションがある。あります。あるんだね。日本はオニオンもある。
じゃあそうそこでコロナの時にさっき説明したようにもなくなったので残念寂しいんだよ。なのでじゃあ日本人のドレスアップからホットドッグのドレスアップからいきましょう。ケイちゃん慣れてるからケイちゃんのスタイルはどういうスタイルなのか。なるほどね。いきなりこのレディッシュからおこんな出えへん日本。お日本スタイル。いやびっくりした。出る量が多いのかな日本より。まずコロススタイルじゃない。ちょっと違うよねやっぱね。オニオンないんか残念。そう残念以上に大きな残念。わおジャパニーズスタイルのホットドッグ作りいいね。じゃあスティーブンいきますよ。まずはケチャップからここからまずケチャップからこうすることでマスタードは次にマスタードとケチャップ両方入れると。この順番は大事なんですか？俺はねこの順番は昔からまあ勝手にしちゃってるのかなわかんないけどなんかこういう順番でオニオンがあれば俺ねレディッシュはいつも入れるタイプじゃないんだけどたまにやっぱりまあレディッシュを入れるならこういうスタイルで結構入れる。アメリカンスタイルと日本スタイルの違いかな。なんかちょっと乗り方が違うね。サムネになったこれは俺よく一人で食べに行くって寂しい一人コストコランチ。そうなんですよ。なんだかんだで何食べようかなってなった時にこっちに来て一人でコスコのホットドッグ食べると1ドル50セントで済むんじゃない？ドリンクもついてくるんでその値段でそうどこでももう食べれないなんか70年代80年代のアメリカの雰囲気だっていうのを感じるのはこの中にはそれはあるけどもう一つがあるいろんな出会いができるコスコの中でこうテーブルはこう共有するんじゃない他の人とシェアするついてくる人に必ずまあ俺スティーブ的に言うといい人に出会えるねまあ不動産屋もやってる俺もそこでまたね飯も配れるとか仕事に自然にねわざとじゃないんだけどもあってなんかどうせでもね YouTube やってますとか不動産屋もやってますとか星カフェもできましたとかで話になるんだよね。いや大好きなんで一人でこれアメリカの中でもうコストパフォーマンスからの面でから見るとコスコが一番だよね、ピザとこれもこのボリューム超アメリカン。サイズも。ですよね。アメリカンすぎる。乾杯しますかホットドッグでじゃあいただきましょう。はいマスタードかけすぎた。どうぞどうぞどうぞ辛い。美味しいよね美味しい。アメリカ来たって感じ。違うの日本のコスコのホットドッグとかといや正直変わらない。あんまり変わらない、でもこんなでかかったかなソーセージ。確かに。どうだろうねこれアメリカではこれ普通、これより小さかったら多分1ドル50セントだろうがもう文句また入ると思うので、美味しいよね。美味しい。このランチはちょうどいいんですよ。アメリカ人ホットドッグ大好きですよね。大好き。朝ごはん、おやつ。ランチだよね。ランランチとかまあ夜でも食べる。朝にはあんまり食べないです。朝食としては。ホット、しないな。まあいるかもしれないけど、アメリカ人はねドーナツとかになっちゃったりするんだよね朝からね。そばへがあって。どうですか日本のコスコとアメリカのコスコでまず一番目立つ違いは何ですか？大きさも日本のはアメリカぐらい大きいところも多いんやけど、コストコの一番人気が、どこのコストコでもプルコギ、それが昔からナンバーワン。なんでアメリカにないの？アメリカにない。美味しくてなんか主婦は一個一個小分けにして一人前ずつ冷凍してでご飯にのっけて食べる。なるほどな。あれみたいになるんだよね。プルコギ丼。ブルゴギ丼。そうで調理も楽じゃないですか。もう味付けしてやってもうしてあるから焼いてやるだけで。日本の場合パーティーでみんなこう集まった時にもうああいうの買って何家族かで焼いてそうなんだみんなでシェアして食べるみたいのが。そんな違いがあるんだよね。面白いよね。日本のコストに行ってみたいなと思う。いやだから全然違うと思います。沖縄にあります？沖縄に今年8月にできるんです。そうなんだ。めちゃくちゃ嬉しい。コスコ。やっとおめでとうございます。本当に嬉しい。最後に本当に食べてもらいたいなと思う。これですね。正直言いますよ。俺まだ食べたことないんですけど。これはコスコの新商品のクッキー
チョコチャンククッキーチョコチャンククッキー2ドル40ホットドッグとピザよりこっちより高いより高い1個のクッキーです。はいなんか匂いがいいんだよね。なんかちょっといいですか匂い。アメリカンクッキーの匂いね。アメリカのクッキー匂いですか？めっちゃ甘い匂めっいする。ちゃいいよ。甘いな食べたくなる。コースターみたい。朝なんだけどいけます？大好き。いけます。いただきます。はいどうぞ。もうあったかい。あったかい。本当？チョコが溶けた。おお。そうわ溶け。じゃあまだできたばかということなのかな？まだ。いただきます。はいどうぞ。甘っ。本当にあったかい。甘い。いいね。チョコがすごい新鮮やな。めっちゃ甘い。めちゃくちゃ甘い。あのね、同性だから一口もらっていいですか？うん俺もう食べたことないからちょっと噛めば噛むほど甘い。わお。大きい太いんだよね。なんかクッキー2、3枚を重ねてなんか作っちゃった感じなんだよね。この分厚いめっちゃ分厚い。分厚さでね。ピザより分厚いかもしれないよね。ピザより分厚い。比べると分厚いですよね。ピザより分厚い。だよね。めっちゃ太い。わお。なんでちょっといいですか？どうぞ。はい。おリアクションが。お my god これはザ・アメリカンなチョコチップクッキーだよ。これほどアメリカンなチョコチップクッキーがもうありません。他にないと思います。これおすすめですよね。日本から来られたら、日本で食べれないなら、これ食べた方がいいと思うよね。ね、ケイちゃんどう思う？日本人は多分3人でシェアする。これちょっと一人で食べきるの多分ね、まはたこれ食べきってもう一個買ってくる人も多いような気がします。日本人がしたらちょっと甘すぎるかも。すもしかしたごい甘いら。アメリカの甘さです。そうだよね。控えめに食べてください。もう3、4人で分けて食べてください。チャンクってどういう意味なんですか？え？チャンク。チャンクはチップはちっちゃい丸いやつ。チャンクはこの大きめのチョコレートの塊あ、そう。がチャンクの意味なんですよ。そう。それアメリカはチャンクの意味。でよく見る。出来ちょっとなん立てのか生っぽくないですか？多分これはね日本人からしたらわざだって知ってます？アメリカ人として俺もそうだったんだけど、チョコチップクッキーの生の生地をそのままで食べたりしたクッキードークッキードー大好き、昔買っててお酒とか飲んだ後は夜とか言ってもうそのままで生で食べてた。焼く前の生地。そう焼く前の生地は人気なんですよ。そう聞いたことある。あるあるある。アイスクリームにも入ってるんだよね。クッキーのなんかクッキードーアイスクリームもあるんだけど、そのクッキードーを食べることが俺好きだった。そのボールからめっちゃ食べてたんだよ。朝起きたらやばいことになってたけどね。でもそういう感覚で多分柔らかいちょっともう柔らかい感じのものが人気なのかな。カントリーマームみたい。日本の柔らかい。でも甘いよね。甘い。めっちゃ甘い。めっちゃ甘い。牛乳が欲しい。そうだよ牛乳。じゃあピザはまだ残ってるから牛乳入ってると思うのよ。チーズに。すごい順番だよね。めちゃくちゃな順番になってる。涼介見てこれ。ホットドッグまだ残ってるのとねピザがあって突然もうクッキーが。やっぱり間に挟んでしまった。スティーブの変な流れのアイディアだよね。ごめんね。アメリカンスタイルで。アメリカンスタイルで全部いただきましょう。サムズアップ。全部いただきましょう。どうでしたか？とにかくね、アメリカのコスト量が多いです。すごい。そうでしょ。アメリカ他では1ドル50セントとか2ドル以下で、クッキーを入れて4ドルぐらいで満腹になれるところはないよ。いや本当すごいですよね。ないよ。そう考えたら、なんか他の物価も上がってるじゃないですか。はい。でもコストコはそんなに上がってないじゃないですか。上がってない。だからこそ。そう久しぶりにスティーブに連れてきてもらって、はい。上がってないなって再認識して。そう思ったでしょ。超安いと思う。コスコのすごいところです。そこが本当にすごいと思うんで。じゃあ皆さん、涼介チャンネルとケイちゃんのチャンネルもフォローしてあげてね。チャンネル登録してあげてください。ありがとうございます。そしてスティーブ的視点のチャンネル登録といいねを入れてくださいね。日々前進前向きにサムズアップ的にやっていきましょうね。ではまた会いましょうね。よろしくね。